ろうそく。ハーベスティー花だよ。私21歳になりました。イエーイ。3月4日をもちまして21歳になったんですけれども、もう21歳って響きが本当にちょっと怖くて、私はこの活動をね18歳の夏に始めて、で19歳から YouTube 始めて、で、19歳から2年経ったんだって。みんなと一緒に祝いたいと思います。はい。クリスピードーナツ2種類で、普通のケーキとかもあったんだけど、一昨日ぐらいにケーキはもう食べたので、なんかドーナツ最近食べてないなと思ってドーナツにしました。でこのクリスピードーナツに行こうと思ったの。そしたらデパ地下にクリスピードーナツのこのセットだけが売ってたから、ちょっとこれにしちゃった。これをケーキのように見立てて、ちょっと祝う形をしたいなと思って。こういう時にハサミがなくて嫌だな。手でやってもいいですか？ちょっとゆっくり。ちょっとハサミあるかも。こうしよう。こんな感じで大丈夫です。はい、そしてろうそく。お、いいじゃんいいじゃん。こうしよう。 OK、 じゃあ電気消すね。OK、 じゃあ消すね。はい、イエーイ。もう途中からさ、このマンションが焼けたらどうしようとかそういうこと考えちゃって、あんまり集中できなかったんだけど、おめでとう。私お昼ご飯を食べようと思ってご飯を買ったんですけど、それも食べてなくて、それちょっとだけ食べていい？これは食べますよ、後で食べる。でこれは食べれなかったら持ち帰る。ニコちゃんマーク焼きます。これ何味なんだろう。ドーナツって気づいたら1個なくなってるから本当に怖いんだよね。でも後ろのコーティングとか見たらさ、絶対甘いよね。カロリーやばそう。後でゆっくり食べます。これは絶対美味しいから食べよう。抹茶大好き。うまっ。さっきのランチが本当に美味しかったので、ちょっとだけ続きやらさせてもらいます。今日はみんなからの質問がたくさんあったから、それに答えようかなと思いまして、また新しくいろんな媒体から私のことを知ってくださった方がいると思うんだけど、結局誰ですかみたいな、何をやられてるんでしょうかみたいな方もいるかと思うので、インスタグラム@HANNAH.PEEZY こちらのストーリーの方にて皆さんから募集をしたら、たくさんのもう見切れないぐらい信じられない量のものが来たから、ちょっとランダムでやります。フォームの方、カーペットに物をこぼすって一番嫌じゃない？本当に最悪なんだけど。最近ファンになったものです。簡単な自己紹介をお聞きしたいです。私の名前はハンナと申します。ファンネーム一応3年前ぐらいに作ったやつでビーズィーっていうのがあります。でもベスティでも大丈夫です。東京出身の日本人で、お仕事は主にクリエイターとしていろんなことをやったり、イラスト描いたり、モデルしたり、 YouTube やったりとかをやってます。自分のブランドを作りたいなと思ってて、お洋服もそうだし、自分のイラストとかのグッズを含めた自分のオリジナルのブランドみたいなものを作りたいなと思ってます。一人で旅行するのがすごい好きで、動画もいろいろ撮ったりしてる。そんな感じかな。あとポッドキャストもやってます。
あと何がある？もうそんな感じ。18歳になったらやるべきことを教えてほしいです。私は逆に21歳になったら何をやればいいですかっていうか、人生の先輩のみんなに聞きたいんだけど、高校生までは自分がやりたいものはありつつも、なんかどうしようみたいな感じでふわふわしてて、高校生の頃何にもしてなかったのね。高校卒業して一段階レベルがアップしたというか、大人になったっていう感じがちょっとあったから、そこで自分これからどうやって生きようとか、どうやって仕事してこうとか、そういうことをめちゃめちゃ考えた時期かな。遊びたくなると思うし、もうイエーイって楽しい、全部が楽しいみたいなことになると思うんだけど、自分が何やりたいかって考えるっていうのはすごい大事だなって思ってた。はなちゃんは人生で一番大事なことって何だと思う？すごい難しい質問だな。どうなんだろう。全ての物事に対して自分軸で生きることかな。仕事もそうだし、恋愛もそうだし、友達もそうだし、自分主体で生きないとなんか全てに支障が出るの。これ私だけなのかな、わかんないんだけども、頭の中がハックされて、もうそれしか考えられなくなったりとか、それに合わせて予定を動かしてしまうとか、なんかそういう弊害が発生してしまって、例えば仕事を命として生きてたら、私が病気になってその仕事ができなくなった時に生きがいがなくなったらどうするのってことになるし、だからこそ自分という軸を一本立てといて、なんかいろんな生活があるみたいなイメージね、あくまでこれができない時も全然あるんですけど、これを大事に生活していったら私の心は穏やかになるんじゃないかなと思ってる。身長何センチですか？身長163センチです。日本で言ったら後ろから5番目ぐらいでいつも並んでこうやって、こっちじゃない、いつもこうやって並んでた。お腹すいた。カレーの匂い、カレーの匂いした。はなちゃんみたいな活動をしたいけどどうすればいいのかわからない。私にもわからなくてもともとはイラストレーターになりたいと思ってイラストの活動をインスタグラムと TikTok で発信していて、こうやって YouTube で人前に出るとかモデルをするとか、そういったことは一切考えてなかったの。だけどいろいろ自分のやりたいことを続けていったら、そこから派生してまたやりたいことができて、そこから派生してまたやりたいことができて、でいろいろ積み重なって今のこういう活動になってるから、自分のやりたいことを1個決めてそれを突き詰めてったら自分のやりたいこと増えていくと思うから、まずなんか1個決めるっていうのはいいかもしれないね。東京でおすすめの古着屋さんはありますか？私は本当にセカンドストリートとハードオフ、この2つが大好きなんですね。あとトレファクも大好きだから、古着屋さんに行くというよりかはなんかリサイクルショップに行くことが多くて、そっちの方がなんかお宝があるのね。新しい街に行ったら大体そのリサイクルショップを探して行くっていうのが趣味です。渋谷のサイゼリアの前にあるセレクトショップがあるんだけど、そこも可愛いのがあって好きで、あと下北沢のなんかカーテンがピラピラってなってるドアがない古着屋さんかな、なんだろうみたいなやつがあるんだけど、下北沢って結構アメリカンの古着屋さんが多いので、私はそういうの好きじゃなくて結構体にフィットするこういう服が好きで、そこの古着屋さんは女の子のお洋服がたくさんあるからたまに行く。この前スタイリストさんと一緒に帰ってた時に、古着屋さん好きなのあるみたいな話になった時に、全然2人ともあんまり出てこなくて、結局メルカリとか使うよねみたいな話に落ち着いたので、東京のスタイリストの方も言ってるんだから、メルカリとかそういうのが好きかな、私はやっぱり。好きな K-POP グループいますか？で最近は K-POP 全然見てないんだけど、やっぱりニュージーンズ大好き。ニュージーンズはもう全部好きです。で最近はステイシーをまた見始めて、2年前ぐらいに大ハマりしてたんだけど、またちょっとハマってます。あとは曲だとアストロと CIX が大好き。ちょっと昔の K-POP が好きなんですよね。なんか最近の K-POP、キキとかはグループの雰囲気がすごい好き。でも曲はちょっとあんまり分からなくて、でも雰囲気はすごい可愛いなって思ったりする。チキンもあった。美味しそう。いただきます。How old are you? I love your mood. Thank you.
I know there's so many international fans in here, and I'm kind of afraid to talk in English because I'm not good at English, and I'm not used to speaking in English yet. But I try. I was born in 2005 and I am 21 years old. I will try filming a video where I speak in English next time. Yeah. もう英語喋るとき本当に緊張するんだよね。 YouTube を見てくださってるファンの方にはもう本当に結構外国の方もたくさんいて、韓国の方も多いし、中国圏の方も多いし、もちろん英語圏の方もいて、もうなんか何カ国何語喋ればいいですか？シェシェ감사합니다。진짜 행복했어。これは韓国ドラマで得た韓国語です。頑張らなきゃいけない。本当に勉強頑張ります。目標を達成するためのモチベーションの保ち方は、もうとにかく計画して1個の大きい目標を決める。私は3年4年計画ぐらいで立ててて1個大きいの決めて、もうそこに向かってもうそれ以外見ないみたいな、もう全部見ない、そういう感じでやってる。集中力がないので、もう全部いろんなところにピョピョピョって向いちゃうから、もうそれを見ない、もう絶対見ないみたいな感じでやってる。それでは決算内容といたします。ありがとうございました。最近読んでる本を教えて。最近は金原ひとみ先生のマザーという本を読んでます。私金原ひとみ先生が本当に大好きで、生々しい感じが好きなのね。この前図書館に行って本何冊か借りたんだけど、図書館が本当に面白くて、最近全然行ってなかったんだけど、やっぱりなんか意味わからない本がたくさんあるから、本当に図書館おすすめ。似合うものを身につけるか、好きなものを身につけるか、どっち派ですか？どっちも。これ似合うねって言われたりとか、自分のこの顔とかスタイルとかイメージで似合うものを着ることもあるし、もう衝動的に絶対自分のいつものタイプのやつじゃないけど買う時もある。これは TPO で変えていいと思ってて、例えば恋人に合わせてちょっと自分のスタイルを変えるも全然いいと思うし、友達と遊ぶ時はもうちょっとカジュアルな感じにしてみようとか、自由、もう好きなようにやってください。考えなくて大丈夫。もう自分の可愛いと思ったものを着てください。好きな言葉を教えてください。好きな言葉ね。諸行無常と歌手の竹内まりやさんの幸せの物差しっていう歌の歌詞で、自由と孤独は2つでセット、気ままなほど寂しさもついてくるっていう歌詞があるんだけど、これはもう本当に心の中に秘めてる言葉です。海外旅行一人で行くならおすすめどこですか？韓国かな。韓国はもう日本人がすっごいたくさんいるの。もう本当にたくさんいて、日本語表記もあるし、日本人にとって観光しやすいような場所だなって思うからおすすめ。お仕事は何されてますか？この質問が本当に難しいんですよね。自分が今何してるかって言われたらいっぱいあるんだけど、モデルって思ってくださってる方がいっぱいいる気がするんだけど、自分的には自分のことモデルだって思ってなくて、私もすごい食べてるし、私の友達のモデルの子はオーディションに毎日行って撮影も週に何回もしてっていう、本当にプロの方もいるんだけど、私はそう考えたらプロのモデルって言われたらちょっとどうなんだろうみたいなこともあって、でもモデルもするし、 YouTube もやってるし、 SNS たくさんやってるし、ポッドキャストもやってるし、イラストも描くし、でエッセイも出したし、でも何個あんのっていう、一括りで言うとクリエイターというすごいかっこいい言い方をしてるんですけど、クリエイターをやらさせてもらってます。でも細かく見るといっぱいやってる。たまに質問で学生さんですかとか、学校辞めたんですかとか、そういう質問も来るんだけど、それに関しては前の動画で話してるんだけど、学校はもう 1,2 年前に辞めて、今はフリーランスで自分のことを軸にお仕事してるという感じです。
学生でも買えるおすすめのコスメを教えてほしいです。もうこれは絶対にキャンメイクのパウダーですね。キャンメイクのパウダーをもう7年ぐらい使ってる。中1ぐらいから使ってる。本当にもうそれぐらい大好き。ずっと使ってて、今もうまさにここにあるかな。あったあったあった。これね、最近小さいやつが出たけど、これはもう海外の友達全員におすすめしてて、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー、これは絶対に大好き。おすすめ。はなちゃんって失恋して世界の色がモノクロに感じた時ありますか？最近彼氏と別れて辛いです。辛いね。これは本当に辛いし、もう二度と味わいたくないみたいな気持ちになるよね。私もなったことあるんだけど、動きたくないみたいな時があって、でも一つ言わせてほしいのが、時間が絶対に解決する。唱えて。時間が絶対解決する。気づいたらなくなってたの。これ本当にそう。私はそういう時はもうベッドから動かないし、喋らないし、友達に愚痴を聞いてもらうし、アンビエントの音楽でなんかすごく脳にいい周波みたいなのがふわーみたいな感じの音が流れるんだけど、それを永久に聴き続けて心を癒す。もう辛いと思うけど頑張ろう。はなちゃんのご両親について子供時代のお話を聞いてみたいです。もう本当に何でも自由にやってください。もう何でもどうぞみたいな感じで、でも育児放棄とかそういうわけではなくて、自分のやりたいようにすごくやらせてくれる、もうめちゃめちゃ自由にやらせてくれる両親だったなって思うし、自分の好きなことについてやれてるのも両親のおかげだなって思うから、もう本当に感謝してる。ありがとうございますという感じです。私の子供時代はもうわがままだったらしいのね。家族の中にいる自分と表に立って発信してる自分って絶対に違くて、もうイメージが違うと思うの。ここのカメラの前で喋ってる時はやばいちゃんとしなきゃみたいな、もうピシッみたいな感じだけど、家族といる時はもうダラーンってなってるから全然違うし、多分両親から見たら私はまだまだ子供だと思うんだけど、家族の中ではさ、なんか何してんの本当にみたいな、もう毎回忘れてるよとかさ、そういう感じなんだけどここではみんなにこうした方がいいと思うみたいな感じで教えちゃってる自分がちょっと恥ずかしいみたいな風に思ったりもするんだけど、まあでも、そんなもんだよね。家の自分と外の自分ってやっぱ違うじゃないですか。そういうことなんです。はいデニムいつもどこで買ってますか？いつもどこで買ってるっていうのはないんだけど、ギャップのジーンズがめっちゃ好き。すごい柔らかくて本当に履きやすいから結構履いてて、この前渋谷のセレクトショップに行った時に私の大好きなピーチデンっていうロンドンのブランドがあって、そのジーンズを履いてみたらもうギャップの履き心地と本当に一緒すぎて買うのやめたのね。ギャップはいろんな種類のジーンズあるから結構可愛いと思う。SNS にどのぐらい時間費やしてますか？これすごい難しい問題で、スマホを触りたくないっていう気持ちはありつつも、リサーチで SNS を触らなきゃいけないというか、仕事で SNS 絶対使わなきゃいけないのね。でもこれをやめることができないから、すごく矛盾してて自分でも嫌なんだけど、でもしょうがないんだよね。じゃあ私は一人でこのドーナツの残りを食べますありがとう見てくれて。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。